名古屋から関西本線の電車に乗って亀山駅に到着。JR 東海の旅はここまでだけど、関西本線は大阪の JR 難波まで続いている。もう少しだけ先に行ってみる。亀山から先は JR 西日本となり、非電化、つまり電車が走れない区間になる。明治23年に開通した関西鉄道の面影を色濃く残す区間でもあるそうだから楽しみだな。気分は文明開化。今日の宿、三重県上野市に向けていざ出発進行。高低差の少ない川に沿ってくねくね走るのは古い鉄道の特徴だけど、手っ取り早く古さを教えてくれるレンガ造りのトンネルが現れた。関西鉄道時代から使われているんだろうな。トンネル入り口にはそれぞれに花崗岩やレンガの積み方で異なる装飾が表現され、一つ一つのトンネルに強い思い入れが感じられる。現在のトンネル工事はシールドマシンで1日約10メートル掘削できるって聞いたことがあるけど、明治23年だときっと手掘りと火薬だから1日平均1、2メートルくらいだったんじゃないかな。落盤事故で亡くなった人もいただろうし、そういった思いも込められているんだろうな。関西本線随一の難所、兜峠越えに挑む駅、兜駅。25パーミル、つまり 1km 進むと25メートル登る勾配が続くから SL 時代は苦労したそう。レンガ造りのアーチや鉄道省の銘板が残る鉄橋、それから上り勾配を一定にするために築かれた巨大な築堤を進む。これらも明治23年に関西鉄道が基礎を作り上げたんだよな。明治21年の設立からわずか3年足らずで草津四日市間を開通させた関西鉄道ってやっぱりすごいよな。上り25パーミルの途中にある中在家信号所跡、右上に勾配ゼロ、つまり水平の引き上げ線が見えるとだんだん同じ高さに近づいてくる。25パーミルがいかに急坂かよくわかるよな。簡単なホームと左側に分岐する勾配ゼロの発着線跡、2006年までは列車同士の行き違いが行われていたそう。あっという間に高低差がつく。SL 時代には編成の後ろにも補助機関車を連結して前後の SL で重たい貨物列車を引っ張り上げたそう。豪快な煙を吐いていたんだろうな。上り勾配25パーミルのまま兜トンネルに突入。このトンネルには煙が運転室に充満して乗務員が窒息しないように面白い工夫がなされていた。トンネルの入り口に排煙幕と呼ばれる大きな幕を設置し、列車がトンネル内に入りきったところでトンネル入り口に蓋をする。幕と列車の間の気圧が下がるから、その空間に向かって煙が後ろへ後ろへと流れ込んでゆく。トンネルの入り口には幕を操作するトンネル板が積み込みで常駐するための詰め所もあったとか。兜峠を越えると明治23年に三重県で一番最初に開業した柘植駅に到着。昭和初期かな、木造駅舎が迎えてくれる。 JR 西日本の区間は昔ながらの駅舎がよく残っているよな。非電化も相まって本当に SL 時代を旅しているよう。貨物列車の最後尾に連結された補助機関車は
ここで切り離されていた。峠を越えて一安心だな。そうそう、開業当時からのランプ小屋が残っているんだよな。どんな景色の変遷を見守ってきたのかな。あまり変わっていなかったりして。関西鉄道で一番最初に開業したのは現在の草津線。大阪方面の関西本線の方が後から開業したから、まるで本線から分岐する支線のようにカーブを描きながら柘植駅を後にする。有賀焼き鶴さなぐのちあばしょう生まれしつけの駅汗の左に分かるればあまよわぬ道は草津まで。伊賀焼き鶴さなぐのちのさなぐ駅舎もいい感じの木造駅舎だな。大正3年の建築。漆喰の白壁が高貴な木造駅舎の雰囲気を出しているよな。上野城が見えてきた。築城の名手と言われる城主の東堂高虎が伊賀の忍者に58カ国148ものお城の図面を極秘に入手させ、それを参考にして建設していたそうだが、完成間近で暴風雨により倒壊している。もし完成していたのなら、どんな優れた城が出来上がっていたのかな。亀山駅から約45分、伊賀上野駅に到着。ここで下車する。大きく立派な駅舎は明治30年開業時からのものかな。伊賀上野駅は上野市の玄関。大正5年開業の伊賀軌道、現伊賀鉄道伊賀線に乗り換えて上野市の中心街へ向かう。2007年までは近鉄の路線だったが、今ではあまり近鉄のカラーがないよな。昭和48年まで国鉄へ貨物列車が乗り入れていったのだそう。木材などを積んでいたとか。さっきから何か見られているような気配を感じるって。あ、忍者がいたとは。貨物列車ブツブツ言ってたの聞かれたかな。恥ずかしい。さっきまでは明治時代の気分で旅をしてきたけど、 VVVF インバーターの音が一気に現代へと引き戻す。東洋電機のインバーター、この音頻繁に聞いていたよな。豊臣秀吉の時代には大阪城を守るための城、徳川家康の時代には大阪城に攻め込む最前線の城。どちらにしても重責を担った上野城。東海道から外れているから秘匿性の高い任務には最適な地なんだろうな。本能寺の変では織田信長と同盟関係であった家康がここを通って大阪堺から岡崎城に無事帰還したそう。数日前に接待を受けた明智光秀がまさか謀反を起こすなんて。当時この辺りの治安は非常に悪く、伊賀出身の服部半蔵が護衛したことでも知られている。神君伊賀越え、家康三大危機の一つ。中心市街地の駅上野市駅に到着。伊賀軌道開業の1年後、大正6年に竣工した駅舎。木造3階建て、大きな腰折屋根を持つハイカラな洋風建築。おそらく周囲に高い建物がなかった当時は町の中心でひときわ目立っていたんだろうな。
古い洋風建築の駅舎は貴重。東堂高虎が構想した城下町の区画が色濃く残り、歩いているだけで楽しくなる。当時は第8車の幅が基準だから道幅が狭いんだよな。拡幅工事などされなかったのは名阪国道が街中を避けていることと関係あるのかな。大正11年竣工の桑町五線橋。傍らには近畿日本鉄道時代の看板が残る。登録有形文化財。十字の形をした開口部などをじっと見ていると、なんだか大正時代の職人と対話したかのような気分になるよな。明治時代に朝日楼という茶屋として建てられ、昭和33年に旅館に転業した旧伊東旅館。かつては愛宕神社までのこの通りは茶屋が立ち並ぶ花街だったそう。大勢の芸者さんが歩く光景が浮かんでくるな。そしてもう一軒、今日の宿訓楽荘。宝新楼という茶屋が昭和33年からは旅館に転業している。建物はそのまま。国登録有形文化財。縦に取り付けられた板張りと黒い漆喰の壁。渋いよな。門口の左右には切り株の小窓。門口から母屋まで庭が作られ、そこを横切る通りには古い瀬戸焼の文様タイル。さらに玄関を入ると市松柄に配置された本業タイルと紅色の漆喰。なんて鮮やかな歓迎だろうか。さすがは花街の建築。まだ玄関なのにすでにこだわり衣装の嵐。ノックアウト。今日は2階の梅の間に宿泊。珍しい5畳の和室はこじんまりとしていて落ち着く広さ。しばらくここにこもって仕事をしたらはかどるだろうな。いや、やっぱり仕事はやめておこう。屋内に東屋をしつらえたフリースペースを南側に抜けると、裏庭を一望できるガラス張りの廊下。鱗状に手をのし上げされた手すり。細かいところに抜かりなくこだわっていて楽しい。丸窓がある亀の間は他の部屋よりも装飾が多い。地袋の取っ手はひょうたん。天袋の取っ手は鶴。さりげない職人の気遣いは一切の抜かりなくこの建物が建てられた印象を与えてくれる。
蔵の裏にある壺にはうたた寝から覚めると晩ご飯の時間だな。床柱の大きな藤の木が印象的な12畳の大広間。床かまちと呼ばれる床の間の段差はさまざまな樹木がそのまま使われている。見ているだけで楽しくなるな。伊賀米のご飯と伊賀牛の八丁味噌焼き。明治時代の部屋を見ながら地元の食材に舌鼓を打つ。これは最高の贅沢だな。おかみさんに教えられ、大正15年の本館を持つ一の湯で一風呂浴びる。こちらも国登録有形文化財。南国チックなネオンがいい味を出しているよな。のぼせた体を少し肌寒い4月の夜風に当てると最高に気分がいい。少し歩いてから帰ろうかな。愛宕神社から訓楽荘へ旧花町通り。昔は遅くまで明るく賑やかだったんだろうな。